こんにちは、けこです。ご視聴いただきありがとうございます。今回はコットンの糸でこちらのショルダーバッグを編んでいきます。使用する材料はこちらです。セリアのパニエを6玉、ダイソーのバルキーの糸でも大丈夫です。使用する道具はかぎ針7号で編んでいきます。それでは編んでいきましょう。最初は鎖17目編んでいきます。サイズを変えたい場合はプラスマイナス3目で増減してください。1段目の編み図はこちらです。鎖1つで立ち上げ、細編みを36目編んでいきます。細編みを編んできました。これが17目の細編みになります。端のところに来たら細編みを1回編んで、反対側にして細編みを17目編んでいきます。反対側も細編みを編んできました。これが17目の細編みになります。端に来たらもう一つ細編みを編んで、これで1段目が完成です。2段目の編み図がこちらです。増し目を6回入れていきます。1つ目のところに増し目を1回編みます。増し目は1つの編み目に細編みを2回編みます。ここから次の増し目まで細編み15目編んでいきます。
細編みを15目編んできました。ここから増し目を3回編みます。増し目が3回編めました。ここから細編みを15目編んでいきます。細編み15目編み終わりました。ここから増し目を2回編みます。これで2段目が完成です。編み始めの糸を処理します。3段目の編み図がこちらになります。最初に細編みを1回、増し目を1回編みます。ここから細編みを15目編みます。細編み15目編み終えました。ここから細編み1回、増し目を1回を全部で3回繰り返します。ここから細編み15目編んでいきます。15目編み終えたら細編み1、増し目1を2回繰り返します。
これで3段目が完成です。4段目の編み図がこちらです。最初に増し目を1回、細編みを2回編みます。ここから細編みを15目編みます。15目編み終えました。ここから増し目1、細編み2を3回繰り返します。ここから細編み15目編みます。細編み15目編み終えました。増し目1、細編み2を2回繰り返します。これで4段目が完成です。5段目の編み図がこちらです。最初に細編み3、増し目1を編みます。ここから細編み15目編みます。15目編み終えたら細編み3、増し目1を3回繰り返します。
ここから細編みを15目編みます。15目編み終えたら細編み3増し目1を2回繰り返します。これで5段目が編み終わりました。底部分が完成しました。大きさはだいたい横14センチ、縦が6センチぐらいの大きさになります。6段目は細編み60目を1周編みます。1周編み終えるとこんな感じです。7段目から9段目は細編み60目を3段編みます。3段編むとこんな感じになります。10段目から模様を編んでいきます。1つ目のところに針を入れ、糸を引き抜きます。鎖3つで立ち上げ、もう一つ鎖を編みます。1つ目のところに長編みを1回編みます。2つ目を開けたところに長編みを1回編みます。鎖を1つ編んで、同じところに針を入れて長編みを1回編みます。2つ目を開けたところに長編みを1回、鎖、同じところに長編みを1回、この繰り返しで1周模様を編んでいきます。1周模様を編んできました。これが最後の模様になります。最初の鎖3つで立ち上げた3つ目のところに針を入れて糸を引き抜きます。これで10段目の模様編みが完成しました。11段目の編み図がこちらです。鎖1つで立ち上げ、細編みを60目編んでいきます。
細編みを1周編んできました。58、59、60、これで11段目の細編み60目が完成です。12段目は続けて細編み60目を1周編みます。この繰り返しで60目編みます。13段目は先ほどと同じように模様の段を編んでいきます。この繰り返しで1周編みます。最後の模様を編み終えたら、最初の鎖3つ立ち上げた3つ目のところに針を入れて糸を引き抜きます。14段目からはこの3段の繰り返しを好きな高さまで編んでいきます。動画では模様の段を6段、高さ約16センチまで編みました。ここから縁の細編み60目を6段編んでいきます。6段編むとこんな感じになります。ショルダーを編んでから縁編みを1周するので、糸はカットせずそのままにしておきます。ここからショルダーを編んでいきます。最初にショルダーをつける位置に印をつけます。バッグを畳んで角に来る3目のところがショルダーをつける場所になります。ここに印をつけておきます。反対側のショルダーまでは27目になります。この位置から3目のところがもう一つのショルダーの場所になります。ここからショルダーを編んでいきます。新しい一玉を使います。
印をつけた1つ目のところに針を入れて糸を引き抜きます。鎖1つで立ち上げ、細編みを3目編みます。裏にして鎖1つで立ち上げ、細編みを3つ編みます。表にして鎖1つで立ち上げ、細編み3つ、裏にして鎖1つで立ち上げ、細編みを3つ、この繰り返しで好きなショルダーの長さまで編んでいきます。1玉で約96センチのショルダーになりました。動画ではこの長さのショルダーにしましたが、長さは好きに変えていただいて大丈夫です。ショルダーを編み終えたら、反対側の印のところに縫い付けていきます。縫い方に決まりはありませんが、何度か往復してしっかり縫い付けるようにします。ショルダーの編み始めの糸も処理をします。最後に引き抜き編みでバッグの縁を1周編みます。これが最後です。頑張っていきましょう。
この繰り返しで1周縁を編んでいきます。もしボタンホルダーをつけたい場合は、ショルダーから14目のところに鎖約20目前後で輪っかにしていくと良さそうです。もしよかったら参考にしてください。動画ではボタンホルダーなしのシンプルな形で編んでいます。一周縁編みを編んできました。最後に糸をカットして引き抜きます。糸を処理します。完成です。お疲れ様でした。もし口の広がりが気になる方は、縫い付けタイプのマグネットボタンをつけるのもいいかと思います。お財布とスマホ、マイバッグが入るくらいの大きさです。スーパーにお買い物に行くのにちょうどいいサイズです。ナチュラルな雰囲気でコットン素材なので、季節を気にせず使うことができそうです。もしよかったら編んでみてください。編んだ作品はハッシュタグけこチャンネルでシェアしていただけるととても嬉しいです。お待ちしてます。ご視聴いただきありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録